前回思ったんだけどさ、酒場でブリーフィングするのいいよね。冒険的にも動画的にも。何をすべきかまとめるのは大事。それはダンジョン攻略に限ったことではありません。今日の探索は地下1階、地図右側だな。移動の領域をどんどん明らかにしていこう。準備は万端。行きましょう。さて、まずは明かりを。ちょっと待って。大通りと裏通りの境目を見てみたいから、ちょっとこのままで歩いてみない？ええ、構いませんよ。大通りは、こっち側。こっからよね。早速行ってみましょう。扉の看板には、白洋教会仮設聖堂。真っ暗。回れ右。扉か。ここが大通りの端かな。それじゃ、折り返してっと。ふむふむ。扉の看板には、魔術師学院出張所。魔術師学院出張所の倉庫の前で、メガネをかけた若い女魔法使いが慌てふためいている。はわわ、倉庫の中で転んだら危険な薬品同士が混ざっちゃって、でっかいグミみたいなモンスターが定期的に湧くようになっちゃったよ。いや、そうはならんやろう。魔物が現れた。ラットルやるかーい。全員で攻撃した。こちらはノーダメージ、敵に39ダメージ。全員で攻撃した。こちらはノーダメージ、敵に合計56ダメージ。対する者はプルルンと揺れてダリアにぶつかった2ダメージ。敵に13ダメージ。プルルン撃破。強さの割に経験値美味しい。ゼリーだけにですか？効果音魔法？暗闇。暗闇。こんなところですか。地図で見ても、路地に入るとすぐ真っ暗みたいね。やはり探索に明かりは必須ですね。そう思ってランタン買っといたよ。明かりの代わりになる魔法もあるが、魔力は戦うために使いたいからな。じゃあ使いますね。さてさて、端から探索だな。重そうな斧を持った巨漢の戦士がいる。今、切り株の魔物を倒したばかりのようだ。地下街の入り口付近で槍使いの少女から長々と槍の利点を聞かされたが、やはり俺には斧の方が性に合ってるな。槍は斧に比べると威力にばらつきがあるし、命中しづらいのも気に食わん。斧は振りかぶる動作が必要だから、攻撃が敵よりも遅くなってしまうことがまあまあある。それでも高い命中率と強烈で安定した威力が頑丈な魔物相手には欠かせない。敵の攻撃を耐えながら戦うウォーリアだからこそうまく扱えるのかもしれんがな。まあ、簡単に言えば、斧は正確に倒す武器、槍は素早く攻撃する武器といったところだろう。両方用意して状況に応じて使い分けるのも良さそうだ。なるほど。それぞれの利点を状況に合わせて使うのですね。持ち物の数は種族や職業による増加はあるが有限だ。そこのところもしっかり考えていかなきゃな。魔物が現れた。あ、おっかない人型ワンコ。コボルドは軽戦士かな。この人数なら魔法を使うまでもないかもね。麻痺は通ったわ。群れじゃなきゃ大丈夫かな。
リティカル率すごいね。人型相手は随分訓練したものです。黒いローブを着た不健康そうな男が、呪術用の怪しい道具や奇妙な想定の書物の山に囲まれている。彼は君たちを見ると口を開いた。私はダークキャスターギルドの者。ここにこもって状態異常の呪文を研究している。自分が毒や麻痺になるのは嫌だが、敵を状態異常にして手玉に取るのはとても楽しいものだ。そんな状態異常の魅力、お前たちに教えてやろう。状態異常はいいぞ。どう猛な獣も眠らせてしまえば可愛い子猫ちゃん同然だし、魔法使いは沈黙させれば呪文を言えないただの人だ。あとは煮るなり焼くなり好きにしてしまえ。状態異常が特に活躍するのは敵が複数のグループで出現した場合だ。敵が2グループいるのなら状態異常呪文を使える者が1グループを足止めし、残りの味方全員でもう1グループの敵を倒す。この戦術は基本にして奥義と言えるだろう。耐久力の少ない敵が1グループ出てきただけなら攻撃呪文で殲滅してしまえば済むことだが、複数のグループが出現したり相手が頑丈だったりするとどうしても足止めが必要になるからな。状態異常を駆使して安全快適な冒険者ライフを送るがいい。黒いローブを着た利発そうな少年がいる。状態以上の呪文は強力ですが、通用しない魔物も結構います。例えば麻痺毒を持つ雲はその免疫によって麻痺しない。歩く死体や資料、動く鎧や石像などの魔物は生き物ではないので眠らず麻痺もしない。という具合ですね。攻撃呪文も状態異常呪文も効きづらい敵は武器戦闘が得意な仲間に任せるのが基本ですが、僕たち魔法使いにもまだまだできることがあります。それは敵の弱体化です。命中率や防御力を下げる呪文は敵に無効化も抵抗もされず必ず効くので、白兵戦のサポートにもってこいと言えます。攻撃呪文、状態異常呪文、弱体化呪文、ダークキャスターであるからにはこれらの戦術をうまく使い分けたいものです。と偉そうに話してしまいましたが、実は僕、座学ばかりで実戦を経験したことがないのです。早く一人前になって遺跡の調査をしたいな。回数は限られるとはいえ、やっぱり魔法は便利なんですよね。なるべく有効に無駄なく使いたいね。魔物が現れた。初めて見るかな。また形成士っぽい見た目だね。ゴブリンか。素敵なゴブリンさんもいれば、相入れぬゴブリンさんもいる。これが世界の断り。ゴブリンさん。魔物が現れた。次は昆虫。やっぱり裏通りは敵の種類が違うな。注意していこう。やっぱり一通りは当てやすいな。顔色の悪い冒険者の青年が一人床に座り込んでいる。その額には油汗が浮いていたが、彼は平静を装って君たちに話しかけてきた。駆け出しの冒険者たちか。いいことを教えてやろう。裏通りで毒蜂に刺されたのに毒消しがない。地上に戻る体力も足りない。一見絶望的な状況だが活路はあるのだ。毒は動かず安静にしていれば体に回りきることはないから、まずは毒の仲間をパーティーから外すがいい。そして動けるメンバーが街で毒消しを調達し、別れた場所に戻って合流するのだ。その場合、仲間で別れた場所をちゃんと覚えておけよ。毒のまま一人で待つのはとても心細いからな。ちゃんと用意しとくのが一番だよ。そりゃそうだ。5人の冒険者が辺りをキョロキョロ見回している。あれ、ここじゃなかったっけ？せっかく毒消し持ってきたのに。ああ。魔物が現れた。先手を取った。全員で攻撃し、問題なく倒せた。若い冒険者たちだ。暗闇の中で松明が消えちゃったんだ。この部屋は明かりがあって助かったよ。次に来るときは松明を探索用に1本、町に戻るまでにもう1本、最低2本用意しないとな。
ちゃんと用意しとくのが一番だよ。そうだね。今なんか、見えた？気のせい？魔物が現れた。全員で攻撃を行い、おそらくゴブリンを撃破した。魔物が現れた。魔物は突然襲いかかってきた。でっかい雲。一匹の不意打ちでこの被害？不意打ち、やばいな。防御無視の暗黒魔法で倒れない？タフすぎるでしょ。仕留めましたよ。こっそり体力持ってかれた。路地裏はなるほど。冒険者さんたちも注意を促すわけですね。ともあれ、これで南側はだいたい地図が生まれましたね。シンシアを回復しておきましょう。助かります。地下街の住人らしい老人がいる。物語にはもともと百剣やうごめく泡の塊、さまよう切り株のような弱い魔物が入り込んでいたが、最近は刃物を持ったゴロツキや気の触れた小じきまでもがわしらを襲ってくるようになった。噂じゃ黒柳教団なる者どもがそういった心の弱い人間に邪悪な言葉を吹き込み正気を失わせているという、世も末じゃのう。ちゃんと用意しとくのが一番だよ。世紀末に？ここは民家のようだ。室内の窓から大通りを眺めていた細身の中年男が訪れた君たちに注意を向けた。彼は君たちを品定めするように見つめると、少し気を緩めて口を開いた。あんたたち、冒険者か。それなら俺の正体ばらしまっても構わねえな。俺は義賊ギルドの見張り役さ。いいこと教えてやろう。扉ってのは巧妙に壁に隠されてるものがあるんだ。そういうのは隠し扉を探すと発見できるぜ。宝箱の罠の識別が得意な職業は隠し扉にも気づきやすいみたいだ。盗みを働くファントムシーフ、遺跡を侵略するアグレッサー、構造学に詳しいスカラー、占いで当てるフォーチューンテラー。俺たちのようなスカウトがいない場合、そいつらの目と感を頼りにするといいだろう。さっきのって、もしかして？もう少しでみんなレベルが上がりそうですよね。北側も軽く探索してみませんか？まだ魔法回数も残ってるし、どうせ休憩するなら使い切るくらいまでは戦いたいよね。せっかくなら例のテクニックを使ってみましょう。冒険の中断ね。美味しいゼリーをおかわりしましょう。てれれおかわり入ります。はわわ。魔物が現れた。ノーダメージでこれを撃破した。やっぱり強さの割に美味しいね。さて、北側だけど。じゃあ今度は右手伝いに行きましょう。魔物が現れた。虫？雲かな？今度は魔法で仕返しだー。シンシアの低音により昆虫を一掃した。やるじゃん、シンシア。虫には寒いのが効くのか？戦闘が続きます。ローブの姿、魔法使い系でしょうか？沈黙？フリースト系か。よし、これで残り1、畳みかけましょう。来たな、複数グループ。いよいよって感じだな。片方は魔法、残りを物理で仕留めるぞ。
やるな。北の裏通りは敵のレベルが如実に上がっていますね。残り1なら、これ以上被害が出る前に仕留めるわよ。ここだ。入った。ゴブリンも種類によっちゃ厄介だな。この人数は小柄なのは初見でしょうか。一応魔法使っとく？すぐ帰るし惜しんでる場合でもないでしょ。一応防御も張っておくよ。よしよし、いけるいける。って罠が。刺さらなくってよかったね。複数グループも増えてきたし、一応回復しておこう。ありがとう。助かるぜ。カエル？初見だが、一匹か。単体呪文の様子を見よう。オッケー、倒せたわ。トラップ発動。解除呪文。しまった。明かりが、真っ暗ですよね。すぐ帰ること前提で明かりの魔術を使うね。ランタンほどは持たないからそこんとこよろしく。この辺が地図の右上かな？かつて倉庫として使われていたであろう古びた家具や木箱が並んだ埃っぽい部屋だ。誰もいないように見えたが、突然奥の影の隙間から細身の男が姿を現した。あんだ、悪党の一味かと思ったら王国に協力してる冒険者か。俺は義賊ギルドのスカウトさ。普段は単独で隠密行動を取ってっから、敵地で足音を聞くとつい隠れる癖がついちまってんだ。そういや、あんたたち冒険者の中でも俺のように隠れる技術を身につけてる奴がいるそうだな。隠れた状態からの奇襲攻撃は敵に命中しやすく大きな威力を出せるぜ。敵の防御力が高いとか戦闘が長引きそうだったりとかする場合に役立つはずだ。もっとも、敵の先頭にいる奴の感覚が鋭かったりすると隠れるのに失敗したり、すぐに見つかっちまったりすることもある。過信は禁物だが、うまく活用するといいぜ。隠れるは私が使えるかな。カードの麻痺は強力だから相手によっては使うべきよね。道着姿の筋骨隆々な男がいる。その足元にはコウモリの羽が生えた小悪魔が倒れているが、男は武器を何も持っていない。彼は素手で戦う格闘家のようだ。我は筋肉を極限まで鍛え上げたつもりでいたが、魔物どもの毒素や妖術を防ぐにはまた別の強さが必要らしいな。噂によると毒は生命力の強さ、麻痺は感覚の鋭さ、催眠術は精神収容によって打ち破れるようだが、我のように魔力が低い者は石化の妖術にかかりやすいらしい。新たな修行の地を求めてこの遺跡に来たものの、石になるのはさすがに困る。世の中の広さと自分の弱点が分かっただけでも収穫と言えるかもしれんがな。まあ、種族によっても体勢違うしね。弱さが分かれば対策もできるってね。魔物が現れた。悟りの境地に至った昆虫。君たちは一瞬どう接するべきか迷ったが、トレーダーが見事に交渉を成し遂げた。こいつ、薬草くれるならここでゆっくり休んでいいってよ。なかなか話せるやつだぞ。薬草を渡しますか？薬草なら余分にあるもんね。十分休息し、支度を済ませた君たちを部屋の主である昆虫が見送ってくれたのだった。いいね。体力が回復したよ。これで帰りまでは大丈夫かな。魔物が現れた。今度は野良犬かな。一匹なら問題ないね。操作の2体、囲んで叩きましょう。ここから連戦が行われます。こいつら、カビだな。点を行きまーす。虫、撃ち落とす。
こりゃ、雲かな。さっきのは多分8ですね。比べるとやはりタフです。金貨が動いてる？なんだかおめでたいな。なんか不気味なのもいる？後ろのローブも怖いな。遠距離に弓のダリアとエラルドの単体魔法、間の敵にアリアが魔法、シンシアと私でコインを叩きます。ローブはソーサラーじゃないか？柔らかいはずだぞ。こいつら、木星？燃えるかな？ビンゴ！よく燃えてるわ。コインが増えた。仲間を呼ぶのか。見た目だけめでたいな。弓矢じゃ刺さらないな。よし、倒しました。なかなかいい経験値だな。よし、こいつらはよく燃える。嘘、燃え残った？まあ、残ったのは普通に叩きましょうか。この部屋で最後かな。敵ばっかりだったね。おかげで経験値はたまったね。どうやら大きい通りに出たみたいですね。一度マップを確認しましょう。ここは隊長のすぐ近くだ。ここに入れるのね。今の戦闘クレイジー長屋の裏だったんだ。それじゃあ、鑑定して帰って休みましょう。今回は何回ハワはするかな。2、3回で済むといいけどね。不吉だな。うわー、ぐは私の番か。よし。こうなるよね。この大通りなら安全そうだからジョギングして困惑を直しましょう。それ未鑑定物恐ろしいぞ。森ガールの受難。なんとかなった？じゃあアイテム整頓はダリアに行って大丈夫ですか？仕事はできるし。あんたはプロだよ、ダリア。それじゃいつものだ。アイテムは整頓した。それから、武器、防具は全部私にまとめた。魔法アイテムは配った。それと、やっぱり困惑つらいから、休ませて。全員のレベルが上がった。C、D、E は合計2レベルが上昇。ようやく落ち着いた。よし、クールな頭で装備を選別し売却してくる。槍？希少度2の装備品？これは使えるかもな。やあ、精が出るね。字の分の人。頑張ってる君たちにいいことを教えよう。地下街北東のとある小部屋では素晴らしいイベントがある。座標11の18だ。北東を探索がてら、体力が減ったら薬草を持ってここに行ってみるといい。今後も重宝すると思うよ。それ、さっき言ってきたぜ。悟りを開いた昆虫さんだろ。おや、情報が古かったかな。でもそっか。何回も使えるんだな、あの場所。体力だけ減った時には便利だな。ああ、そうだ。ついでと言ってはなんですが、もう一つ聞いてくれませんか？あんた、キャラとして出てくるとうさんくせえな。